はい、どうも、中元です。今回はね、久しぶりに DIY っていうことで、美容室のね、ネイルをするデスクを自作していこうと思います。まあ、割とね、シンプルなデスクなんで、天板があって、で、引き出しがあって、で、その天板の下に、ちょっとした収納があってってやつなんですけど、そのネイルのね削る時に粉が出るんですよね。その粉を吸ってくれる集塵器っていうのがあって、その集塵器をねデスクの上に置いちゃうとちょっと邪魔になるんで、一回こう収納しないといけないとかがあるんで、もう天板の中にね埋め込んじゃってっていう感じで、やっていこうかなと思います。デザインはねちょっとこの後別撮りした動画をちょっと挟むんで、そこでちょっと軽くね説明してから、本編に行きたいと思います。それではやってまいりましょう。レッツゴー。はい、そしたらね、このネイルディスクのデザインのね、紹介をちょっとしていきたいと思います。基本的な材料は全部パーティクルボードで、重さが出るようにしてあります。これが、なんていうのかな、ネイリストさんがこっちに座って、お客さんが反対側に座るって感じなんですけど、こっち側にね、引き出しが4段、ちっちゃいの10くらいが2つ、大きいのって感じになってて、ここにね、ちょっと小さい棚が設けてあって、表側からはね、こんな感じに、シンプルな感じですね。で、一応この天板のこの辺りに集塵器を放り込む、穴を開けるって感じなんですけど、このデザインの段階ではね、このデザインに入れ込むのがちょっと難しかったというか、めんどくさかったんで、こんな感じで1枚のね、板みたいにしてあります。で、一応ね、こんな感じで引き出しが、スライドレールがついてっていう感じでして、で、タイヤは6個、右に4つ、左に2つっていう感じでつけていこうと思います。すごいシンプルなね、作りになってます。はい、それでは今から2日目のね、作業を開始していきたいと思います。レッツゴー。今からサンディングしていきます。まずは80番からやっていきます。120番やっていきます。400番ぐらいまでかけようかなって思ったんですけど、結構ね、サラサラしてる感じなんで、で、この上からね、シート貼るんで、そんなにツルツルしすぎない方がいいかなと思うんで、一旦これはこのままやっていきたいと思います。はい、じゃあお次は、ここのね、さっきトリマーで落としたコーナーの部分が、ちょっとね、焼けたりとか、まだガサガサなんで、ここは、サンダーじゃなくてね、手磨きでやっていこうかなと思います。80番からやっていきます。
次、120番でやっていきます。一応今日の作業はここで終わりにしようと思います。粉がね、出る作業はこれで終わったんで、この養生もね、結構、この養生、ビニールの養生するのもね、結構しんどかったんで、お店がね、粉で汚れないように、この今作業してるところを一周ぐるーっとやってるんですけど、これ結構しんどかったですね。昨日もやったんですけど。で、明日からの作業は、もう、粉とかそんなに埃が舞うような作業はないので、もうちょっとスタートがね、楽になるかなとは思います。で、明日やる作業は、こっち側のね、こっち側の、このベニヤ、隠し釘を買ってきて、打ち付けて、あとは上からシートまで貼れたらいいかなと思います。で、残る作業はベニヤ貼りとリメイクシート貼りと引き出し作ってスライドレールつけてで終わりって感じなんで、全部であと何日だ ?4、5日ぐらいでできるかなと思ってます。で、あとキャスターもつけなきゃいけないんだ。で、その辺の材料は、明日昼間に届くんで、明日はね、どこまでできるか、ちょっとわかんないですけど、ベニヤとシート貼りぐらいまでは終わらしたいかなと思ってます。それではね、3日目の自分にバトンタッチということで。はい、それでは作業を3日目やっていきたいと思います。今日はね、部材が届いたんで、まず、タイヤね。タイヤ。これが、スライドレール。あとは、リメイクシートですね。引き出しの底板を側板にはめるときに使う溝を切るやつですね。届いたんで、まあ今日どこまでやれるか。まあ段取りとしては、ベニヤを、このね、ベニヤを貼って、シート貼ろうかな。で、まあどこまでできるかな。あとはレールつけるところまでいけたらいいかなって感じなんで、いけるところまでやっていきたいと思います。それでは始めてまいりましょう。レッツゴー。ここね、打ち付けたんですけど、もう、ちょっと録画ボタンを押し忘れで、ちょっと撮れてなかったんですけど、まあ、ということで。でここのね、板をつけていこうと思います。あ、お次は、リメイクシート貼っていきたいと思います。で、こいつが1枚じゃ足りないんですよね。この幅が。なので、ちょっとずらして、で、ここにマステをね、バーっと貼って、で、後でかぶせて、壁紙貼るやつみたいな感じで、かぶせて、で、後で、ピタッとね、合うように、つなぎ目がね、
出にくいようにちょっとしていきたいなと思います。はい、それではね、今日は4日目の作業になります。今日はスライドレールをつける前に、あれだ、
引き出しをね、作っていこうかなと思います。で、その引き出し作るのは、普通にね、こう四角い箱を組むんですけど、底板を入れる溝をね、その側板に切ってつけていきたいかなと思います。それではやってまいりましょう。では、溝を切っていくのは、こいつですね。一応、その底板が6ミリ4ミリなんで、5ミリのね、ビットを使ってやっていきたいと思います。軽くサンディングしていきます。120番から。今日は4日目の作業でした。今、夜の11時を回っております。最近このぐらいの時間までやってるって感じですね。一応今日はね、引き出し4つできたんで、明日はスライドレールつけるのと、ここのね、表面のところに、板をつけるってやつ。とってもね、つけたいところなんですが、取っ手はね、まだ買ってないので、ちょっと時間があるときに買いに行こうかなと思います。よし。それでは、5日目の僕にバトンタッチ。はい、5日目の作業になります。今日はね、このね、スライドレールをつけていこうと思います。今日ちょっとあんまりね、時間がないんで、細かい付け方なんかはね、ちょっと、ナレーションに任せようかと思います。で、一応昨日出来上がった引き出しと、これがね、前板になる部分なんですけど、どこまでできるかは今日もわかんないですけど、一応ね、やっていこうかなと思います。それでは、やってまいりましょう。今、付属のネジだと、これね、この付属のネジだと、突き抜けちゃうんで、ちょっと急遽ね、買いに行ってきました。アルファファクトリー、ダイソーさんですね。これの、これが 9.5mm なんで、これが 1mm あるとしても、ギリギリね、突き抜けない感じになってくれるのかなと思います。それでは、これでね、つけていきましょう。問題がね、これで閉まるのかどうか。今つけてるのが鍋ネジで、ついてたのが皿ネジだったんですよね。吹いてくれるかどうか。逆側もつけていきましょう。こっちがね。見えねえな。一応レールがついたんで、こいつをね、はめてみましょう。どうでしょ
クシートを貼っていくっていう作業をやっていこうと思います。よし、とりあえず今日の作業はこのぐらいにしておきます。で、この続きはね、6日目の僕にバトンタッチです。はい、それでは作業6日目突入ですね。今日はこのね、箱の寸法を、この間だったんで、それを作り直していきたいと思います。よし、やっていこう。今、ずっとやってたんですけど、なかなかはまんなくて、きっちりね、原寸で測ってやってみたんですよね。そしたら、こっちに行くに従って、若干2ミリぐらいだったかな。狭くなってるんですよね。で、一番上と、全部ですね。全部のこの箱をちょっとずつ削らないといけなくて、で、それを今からやっていきたいと思います。ただ、同じ作業の繰り返しなんで、カットしたいと思います。で、今ね、一番下だけ箱を作り直したんで、これをはめてみようと思います。うまくいってくれよ。うわっ、来た。来た。あー、いいね。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 とりあえずね、来ました。ここまで来るのに6日。あとは、まあ、こまごまっとしたシール貼りと、ストッカーの板と、タイヤか。タイヤつけて、完成かなっていう感じです。あと、2、3日で完成できると思います。では、明日の僕にバトンタッチしたいと思います。はい、では今日7日目の作業ですね。やっていきたいと思います。今剥がしたのは、まあ、先に貼っちゃってたんで、ちょっと傷がいってね、めくれたりとかしてたんで、一回剥がして、新しくね、貼り直すっていうのと、もう一個理由があって、さっきも動画に出てたようにね、一応入るは入るんですけど、このスイッチの分だけ、ここ、切りかかなきゃいけないんですけど、それちょっとしたくないんで、もう天板一回外しちゃって、置いて、これをね、設置するっていう。で、この下の段にね、ここ、下の段があるんですけど、横からちょっと入れらんない高さなんで、このね、天板一回外して、置いて、かぶせて、シートマットもう一回貼るっていう感じで、ちょっとやっていきたいと思います。ここ貼ってから進めたいんで、ただね、これがね、足んなくて、ちょっと足りないので、一旦ね、ここの前板、こっち先にやったのかなと思います。で、これの新しいのは今注文したんでね、明日には届く
こにね、なんだっけ、集塵機を埋め込むんですけど、埋め込むっていうか、この上に集塵機が乗ってくるんですけど、その時に2ミリか3ミリぐらいね、ちょっと浮いてくるんで、このつらつらからね。なので、ここを、その出る分、ちょっとくぼましてね、やっていこうかなと思うんで、トリマーでやっていきたいと思います。まあ、1ミリあるかないかぐらいが彫り込まれてます。本当にね、つらつらにしたかったけど、できるのか。こんな感じで綺麗にね、今横と今なくビチビチでなってるんで、まあいいんじゃないでしょうか。で、フィルター交換するときは、このね、下からちょっと持ち上げて、これを外してあげれば、フィルターの交換というか、掃除はできるんで、OK だと思います。そして、明日、貼り直すと。じゃあ次は、ここのね、前板をやっていきたいと思います。よいしょ。次はね、タイヤだ。タイヤつけます。そしたら明日ね、届いたら、この天板にラッピングするだけなんでね。
作業8日目になりますね。今日はもう仕上げです。ここね、シートがね、届いたんで、ここと、ここと貼っていこうと思います。で、仕上げになります。じゃあ、やってみましょう。
完成しましたね。いえ、やっとです。とりあえず一旦ね、下片付けたりとかね、養生を剥がしたりして、お掃除をして、ちょっとね、インサートとか立って終わりにしようかなと思います。今回のね、撮影もいろいろとございましたが、無事にね、完成したんで、良かったかなと思います。それでは、グッドボタン、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。